今回は皆さんが悩んでいるフレームレートについてお話をしていきたいなと思います。これを最後まで見ていただければ、ちゃんとフレームレートについて理解ができるかなと思います。ドロップフレームやノンドロップフレームについてもお話をしていきたいと思います。最後までご覧ください。まずはじめによく見かけるフレームレートについてです。24フレーム、30フレーム、60フレームってありますが、それぞれご覧の通りよく使われる場面、テレビ、アニメ、映画、YouTube や CM、VR 映像だったり、ゲームだったりで使われるフレームレートがそれぞれこのようにあります。主によく使用されるフレームレートの種類ですね。ここで少しフレームレートについてお話をしていきたいと思います。1秒が30フレーム。これはすごく有名ですし、誰もが知っていることだとは思うんですけれども、実際のところ1秒30フレームっていうのは白黒テレビ時代のフレームレートになります。今現代のフレームレートは1秒30フレームって呼ばれているんですが、実際は1秒29.97フレームになります。これは、モノクロからカラーになった時の遅延の計算分を含めてこういう風になったと言われています。ざっくりとフレームレートの変化について説明させていただきました。実際24フレーム、30フレーム、60フレームって言い方するんですが、本当は29.97フレームであり、59.94フレームであるということを覚えておいてください。もうカラーになってからはきっちりした数字のフレームレートっていうのは今ではあんまり使われることはありません。次にドロップフレームとノンドロップフレームについてお話をしていきたいなと思います。ドロップフレーム、ノンドロップフレームの違いについては次の通りになります。ただ、このドロップフレームとノンドロップフレームについて勘違いしている方が結構いるようでして、ドロップフレームの30フレームが29.97フレームで、ノンドロップフレームの29.97フレームが30フレームだと思っている人がいるんですが、これは大きな間違いです。では、ドロップフレームとノンドロップフレームの違いとはなんですけれども、これは編集時のタイムコードの表示についての言い方、考え方の違いなんですね。実際の映像の尺については一切関係ないところなので、ここを勘違いされている人が多いです。ドロップフレームとは29.97フレームを正確に実時間と一致させるために特定のフレーム番号をスキップさせる方式の言い方です。また、スキップとは言っても実際のフレームが削れることはなく、単純にタイムコード上の番号、時間を飛ばすだけになります。ノンドロップフレームっていうのは29.97フレームをそのまま30フレームと数えていく方式ですね。こちらは0.03フレームをずれたまんまタイムコード上は数えていくので、約1時間経った時に 3.6 秒ほど尺が長くなっちゃうっていう現象ですね。実際の動画の尺が長くなるわけではなく、タイムコード上の時間が長くなるという意味です。実際これでもまだピンとこない方結構いるんじゃないかと思います。まずドロップフレーム、ノンドロップフレームと実際の動画のフレームレートは全くの別物だということだけは理解してください。タイムコード上の表示の問題なだけであって、実際は映像の尺の長さはドロップフレームを使おうがノンドロップフレームを使おうが尺の長さは変わりません。あくまで編集している時のタイムコード上の時間の表示にズレがあるかないかの差です。そのため、テレビ用の映像を作るっていうことじゃない限りは、ドロップフレームとノンドロップフレームってそこまで大きく考え込む必要がないんじゃないかなとは思っています。じゃあ実際にどういうことなのかなと言いますと、ドロップフレームとノンドロップフレーム、こちらで同じ尺の動画を編集したとします。例えば書いてある通り1時間25分13秒の動画をドロップフレームで作った場合、
ノンドロップフレームで作った場合で、レンダリングしてできる動画、ドロップフレームはもちろん1時間25分13秒の動画が出来上がるんですね。に対してノンドロップフレーム、こちらも実際レンダリングして出来上がる動画は1時間25分13秒の動画が出来上がります。これを説明しても、ドロップフレームとノンドロップフレームで時間が変わるのになんで出来上がった動画の尺は同じなのって思う人、これはまだちゃんと理解できてないですね。ドロップフレームとノンドロップフレームっていうのは、あくまでもタイムコード上に表示させる時間の表示の方法の言い方、考え方っていうところですね。なので、動画の尺自体にどうこうっていう話ではないです。もっとわかりやすく説明しますと、ノンドロップフレームとドロップフレーム、タイムライン上で1時間、ストップウォッチを持って測ってみてください。タイムライン上で1時間経った時にストップウォッチの1時間と見比べたら、1秒の狂いもなく1時間ぴったりになっていると思います。また、ノンドロップフレームの方で同じ計測方法で時間を測ってみてください。1時間経った時にノンドロップフレームの方のタイムライン上では約 3.6 秒時間が増えているはずです。以上を踏まえて、じゃあ実際どうすればいいのかっていうと、テレビ放送用で作らない限りはドロップフレームで編集する必要はないと思います。ただ、フレームレートに関しては30フレーム、60フレーム、24フレームというきっちりしたフレームレートではなく、必ず 29.97 フレームだったり 59.94 フレームだったりで素材を揃えてください。つまり、ノンドロップフレームの 29.97 フレームで作るっていうのが一番ベストになります。ただここで撮影する機材によってフレームレートがバラバラになってることが結構あるんですよ。スマートフォンの動画撮影ですと30フレーム、60フレーム、24フレームって選べると思うんですけれども、なんか可変フレームレートになっているせいなのか、29.97 フレームで撮れていないっていう場合も結構あるんですよ。なんか自分はピクセルを使っているんですけれども、30フレームで設定して撮ると、なんか 30.01 フレームとかになってたりするんですよ。29.97 フレームで撮れていることがなく、なんか iPhone の方でも 29.97 フレームで撮れているっていうのを聞いてみたり、29.97 フレームで撮れていない場合もあるっていうのも聞くんで、もしかしたら OS のバージョンのせいなのか、新しい機種、古い機種でそういう機能がある、ないとかあるのかちょっとわかんないんですけれども、スマートフォンで撮影する場合は、フレームレートが必ずしも正しいとは限らないので、必ず動画素材を編集で使うときは、フレームレートチェックするようにした方がいいかなと思います。一眼カメラ、ミラーレスとかですね、こちらの方のカメラに限っては30フレーム、60フレームっていう表示でしか設定できないんですが、実際に撮影されているフレームレートは 29.97 フレームだったり 59.94 フレームで撮影されているようですね。ソニーのカメラに関しては公式ホームページでも24フレームは 23.98 フレームで、30フレームに関しては 29.97 フレームで撮影されていますというふうにホームページに記載がちゃんとされています。他のニコンだったりキヤノンだったりもちゃんとホームページに載っているのか、説明書に載っているのか、多分同じ仕様になっているかと思います。これはですね、確実にテレビ放送用にも使えるようにということが大前提で作られているからでしょうね。スマホのカメラが放送用に使えないっていうことではないですよ。ちゃんとフレームレートを変換すればちゃんと使えますので、一眼カメラに関しては変換作業がなく使えますよっていう親切設計になっているっていうことですね。いかがだったでしょうか。これでフレームレートとドロップフレーム、ノンドロップフレームについてはすっきりしたんじゃないでしょうか。解決できたんじゃないでしょうか。まだちゃんと理解できてないよっていう方は、この動画を何度も見返してみてください。結構わかりやすい説明だったと思うんですよね。